流れあってここがジャブジャブいてもう見せるためっていうよりは子供が遊ぶっていう形で井戸の水を使って出しながらのポンプ方式。子供たちが遊べる遊具をいろいろとちょっと作っていきたいと思います。樹木の切ったやつなんですけど、これをちょっと活用してこの芯が入ってくる時のアーチとか。でここからずーっと行って流れ、これが流れあってここがジャブジャブ池、まあ子供たちが遊ぶ池として水遊びができる。で流れもある程度流してその流れを笹舟とかなんかそういう結構流れで遊べますから、まあ、そういう流れを作っていきます。まあ池といっても水をためないんでいつも遊ぶ時だけ水位を10センチぐらいに全然もう10センチぐらいっていう感じで、でそれに注ぐためにちょっと流れを作ってあげれば水の流れでちょっとボールを流してみる、なんか結構そういう遊びもう見せるためっていうよりは子供が遊ぶっていう形で、はい。で流れは向こうから、まあ、井戸ポンプが建物際にあるんで、まあ、それをちょっと水の流れ、今日はもう井戸の水です。はい。そうですね。もう前もってその幼稚園の方でこういう井戸を掘って使えるようにいう形で、経営的には一つの自然的な感じなんで。抑えとかああいうのはまあ自然石を使ったりそういうちょっと自然っぽい素材で縁を取ったりはしていきますけど、はい、で水遊びして絶えず水は抜きたいということで排水関係が抜くためにはないんで建物周りまで一応これ引っ張ってきました。まあこれはそのオーバーフローを兼ねて線をするという形で、これが抜けば、
一応防水シートを引く前にアンダーシートを引いて、防水シートを傷つけないように一応引いてます。そう池と同じ工法で一応考えてます。なぜかというと人が乗ったりなんかするんで水が持っちゃいけないんで、ここはそういう感じでやってます。ここはちょっと洗い出しで、ルールは洗い出しにしようかなと。周りの枠を、護岸を。そうです。これは井戸の水を使ってこれでポンプで流れの方に、ただ水道蛇口ひねてないよりは昔ながらのポンプ方式で。そうです。これはもうここ井戸掘った方が最初から取り付けるっていうことで、一応この位置がいいかなっていうことで決めさせてもらいました。水出ますね。ここに一回溜めて、おトイレの水栓と同じでここに容器が入ってるんですよ。で足んなきゃ絶えず自動的にここで一応こういう感じ軽くこうやって、そうこれをもう上下すれば、で今のは圧がいいんで非常に軽くできてますね。楽に子供たちなんでもこれで水をジャカジャカ。これはそうです。土管です。土管のつなぎとか、なんか人工マスク。これ検証しなきゃね、ちょっとこれだけ向きになっちゃうんで、やってみて、この雰囲気に合った形でちょっと化粧とかしていこうかな。